こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。本ミル貝っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。本ミル貝。っていうことでね、買ってまいりました。僕の大好物ミル貝。で、いつもやるミル貝っていうのは、こう白いミル貝。あれ実は、正式名称は、波貝っていう貝なんですね。まあ、白ミルって言われてるんですけど、で、今日買ってきたこの黒い貝。これが本ミル貝っていう名前でして、まあ、ミルクイとも言います。白ミル貝よりこっちの本ミル貝の方が高値で扱われてます。だいたいね、いつも白ミル貝僕5、600円で買うんですけど、この本ミル貝は1個高い時だと2000円とかします。だいたい3倍から4倍ぐらいの値段がしますね。で、とても味がいいんですよ。で、白ミルと比べてね、で、白ミルと比べて、アクが少なくて甘みが強いのが特徴ですね。そうしましたら今日はこちらの本ミル貝を使って、3品作っていきたいと思います。1品目、本ミル貝の酒蒸し。1個丸ごと蒸しちゃいます。2品目、本ミル貝の焼き。本ミル貝をさばいて、殻の中に戻して、そこにだし醤油かなんか入れて、下火で焼いて食べていきたいと思います。で、3品目。本ミル貝丼。以前赤貝丼を作ってめちゃくちゃ美味しかったので、絶対次はミル貝で作ろうと思って今日買ってきたんです。そしたら今日はこちらの3品作っていきたいと思います。そしたらまずはたわしで綺麗に洗っていきます。かなり汚れがついてますんでね、ゴシ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 と洗っていきます。そしたらお鍋に蒸し器をセット。本ミル貝を入れて、お水を入れます。で、火をつけて、10分ほど蒸していきます。そしたら、ミル貝剥いていきます。さばき方は一緒ですね。貝柱はこの辺にあります。なので、貝殻に沿う感じに貝柱を外していきます。ここから入れて、外します。で、この時に貝紐を切らないように、しっかりと貝紐の裏からナイフを通してください。こういう感じね。入れた瞬間クッと締まるんですけど、もうスピード勝負。こっちが先に貝柱一つ外しちゃえば、パカッと開いて、もうこっちのもんなんで。で、一個開いたら、また貝柱の裏からナイフを通して、こっち側の貝柱も切り落とします。よいしょ。こんな感じですね。そしたらこうなったらすごいわかりやすいですね。貝柱はここと、ここにあります。なんで、さばくときはお尻の方から入れて、まずここの貝柱を断ち切った方がいいですね。ここを断ち切って反転させて、ここを切ると。こうなったらまたこっちのもの。貝紐の裏。ここですね。ここからナイフを入れて、こっちの貝柱外して、で、ここの貝柱も、よいしょ、外します。はい、このように、むき身になりました。もう一度通していきますね。勢いよく、さっと入れて貝柱を切る。反転させて、こっちの貝柱も外す。で、開ける。で、貝紐の裏から通して貝柱を外す。こっち側も反転させて貝柱を外すと。で、こうしてむき身の完成。ね、これ慣れちゃえばすごい簡単です。さっと入れて、はい。反転させて、落とす。開ける。貝柱外す。反転させる。よいしょ、こんな感じ。結構これ泥が入ってんな。ちょっと酒蒸しが心配。まあ、でも1個丸ごとミル貝酒蒸しにしてガブって食べてる動画見たんですよ。あれ見てね、美味しそうだなと思ったんで、ちょっと泥入ってても僕今回1個丸ごとやってみますね。わあ、でも結構泥入ってるかもな。泥入ってたら洗って食べましょう。はい、そしたらこの状態になったら部位分けしていきます。まずはここの貝柱外します。根元の方の貝柱ですね。簡単に外れます。そしたら次にここの玉ですね。玉を外します。よっと。これ玉ですね。そしたらここの貝柱も外します。で、次にこの貝紐。ここ外します。よいしょ。貝紐はここに皮ついてるんですけど、これ後で取りますんで、ひとまずこのまま玉の処理していきます。ヒレヒレがありますんで、まずこのヒレヒレを落としていきます。ここ付け根がありますんで、付け根から包丁を入れて、これをリンとやると、はい、こういう風にヒレヒレが取れます。で、残ったヒレヒレはこうやって落としてくださいね。そうしたら、ここに内臓が入ってますんで、内臓を切って取り出します。
よいしょ。で、ここにね、内臓の中にこういうの入ってるんですけど、これ寄生虫じゃありません。なんだっけな、干渉体だっけな。ミル貝の内臓には必ず入ってます。これ食べても害はないです。ただ今回はお刺身で食べますので、内臓を取り除いていきます。ここですね。赤貝と一緒です。こうやって削って、落とすと。こっち側も削って、削って、落とすと。で、周りのちょっと不格好なところも切り落として、はい、これで玉の処理の完成。次は水管ですね。水管は片方から包丁を入れて、よいしょ、開きます。この状態です。で、軽く泥を洗い流して、貝柱、紐、玉、水管、4ブロックに分けれました。ひとまずこれで処理は完成です。全部ここまでやっていきます。はい、そんなこんなで蒸し物ができました。うおー、ダイナミック。よっこらセット。めっちゃうまそうですね。で、蒸したらちょっと泥が入ってると思うんで、やっぱ泥取っちゃいます。で、あと皮もね、こうやって簡単に火を通すと剥げます。ただ、白ミル貝ほど皮があんなピーとは取れないんですよね。結構頑丈についてるんで、爪でカリカリしないと取れないですね。はい、こういう形ですね。そうしたら玉を外して、内臓も取っちゃいましょう。内臓も取って、で、水管も開いて、泥入ってねえな。そしたら殻の中に移して、柚子やなんかもちょっと削って入れて、はい。で、お皿に乗せたら、ミル貝の蒸し物の完成。そしたら、沸騰したお湯に先ほど剥いたミル貝、さっと入れていきます。で、冷水を用意しておきます。水管をお湯に入れて、だいたい5秒ぐらいですね。1、2、3、4、5秒ぐらい浸したら、上げて、冷水にチャポン。皮がしっかりとお湯にかかるようにね、入れていきます。で、一気に入れるとお湯の温度下がっちゃうんで、2つずつぐらい入れていってください。で、冷水に入れると。で、紐も、さっとでいいです。さっと。はい、これでいいです。おっと、やばい。はい、こんなもん。そしたらこの黒い皮を剥いていきます。やっぱり剥きにくいので、ちょっと爪を立てて、角っこからゆっくり剥いていくと、こう、剥がれてきます。この先端部分は剥きやすいんですけど、この真ん中の部分、ここがね、意外と難しい。コツがいりますね。よし。はい、このように綺麗に剥けました。で、この紐ですね。こう引っ張ると、簡単に取れます。ちなみにミル貝の最低寿命って160年らしいですよ。捕獲されたりだとかしない限り160年は生きるんですって。はい、これでミル貝の仕込みの完成。そしたら焼きを作っていきます。冷蔵庫に三つ葉があったので、ちょっと三つ葉のこの茎を敷いて、で、そこに紐。で、水管も4等分ぐらいに切って、入れて、玉も入れて、貝柱も入れると。これであとはだし醤油で焼いていけば、ミル貝の焼きの完成。そうしましたら次は丼を作っていきましょう。まずは丼用にカットしていきます。貝柱やなんかこのまま乗せればいいので、今紐もこのままでいいですね。玉もこのままでいいでしょう。水管切っていきます。で、水管のこの先端ですね。本当の先端のところ。ここはちょっと汚いので外します。こういう形ですね。で、半分に切って、で、こうスライスしていきます。ほら、まださばかれても生きてますね。ほら、反り返りますね。こんな感じ。そしたら今日は酢飯でいきます。1合に対して大さじ1杯とちょこっと加えます。しっかり混ぜていきます。今年の目標はね、寿司をもうちょっと上手に握れるようになるっていうのを目標にやっていきたいと思います。ほんと寿司って奥が深いんですよね。だからもっともっとたくさん本読んで、もっとたくさん寿司屋さんに通って勉強したいと思います。はい、このように酢飯ができましたら、丼に入れます。今日は平たい丼でいきますね。そしたらここにミル貝を盛り付けていきます。
まずは端っこに紐。で、玉の部分。で、たっぷりの身を真ん中にドサッと加えます。できるだけ広げて、酢飯が見えないように盛り付けていきます。そしたら貝柱を散りばめて、で、真ん中にバフンウニ。これをちょこっと加えて、で、菊とほじそをちょっと加えれば、本ミル貝丼の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。牡蠣どっから持ってきたなんて。だいたい僕この時期は、冷蔵庫に常に牡蠣ストックしてありますんで、今日牡蠣も焼いていきます。本ミル。で、一つは生牡蠣で食べたいなと。火をつけたら、ここに料理酒がちょっと入ってます。で、かきだし醤油をこの中に入れて、日本酒とかきだし醤油1対1のタレを加えます。で、こちら焼いてる間に、まずは生牡蠣をそのまま、うめ。今日の生牡蠣が北海道の昆布森さんですね。クリーミーな味わいが特徴です。次はこちらできてる蒸し物いただきます。柚子の香りがいい香りです。ではこちら豪快に何もつけずにいただきます。こりゃいい。貝臭さとかゼロだな。すごく繊維が一本一本しっかりしてるんですけど、その繊維一本一本に甘みがしっかりありますね。ちょっと下品ですけど、手でいただきます。じゃあ次は貝柱と紐のところいただきます。こっちはこっちでまたシャキシャキしてて美味しい。次はこちら玉ですね。うわー、ここうまっ。一番好きかも。程よく残った内臓がとろっとしてうまい。はい、じゃあ次はこちらミル貝丼。今日はこれもかきだし醤油で食べましょう。さーっとかけて、ちょっとたまりもかけようか。少したまりもかけて、それじゃあここら辺をいただきます。うまっ。ですね、これ相当うまいです。この貝と酢飯の相性は抜群です。で、このミル貝、特に癖がなくて甘みが強い貝ですので本当に合います。うまい。次はこちらミル貝にウニを乗っけて、これでいただきます。はあ、うめえ。ウニがシンプルにうめえっていうのもあるんですけど、ミル貝とウニの相性いいですね。そんなこんなで焼きがいい感じに出来上がってきました。まずはこちらぷっくり牡蠣いただきます。うまい。北海道の綺麗な海を感じます。次はこちらミル貝のだし醤油焼き。それじゃいただきます。こりゃうめえわ。まだ三つ葉の茎がいい香りを出してます。全然邪魔してないです。うまい。はい、ということで今日はこちらの本ミル貝のお料理ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん。銀色のやつ。よっしゃ。7対3ですね。それじゃいただきます。うめえ。残りは何して食べようか。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は本ミル貝を使って丼、蒸し、焼きを作ってみましたけども、どれも美味しかったですね。特にやっぱ美味しかったのは焼きがめちゃくちゃ好きでした。蒸すだけだとちょっと硬くなるんですけど、こういう風にお酒とだし醤油で焼いてあげるとすげえ柔らかくて美味しかったですね。で、また焼きたてをこう食べるのが一番美味しい。結局そこですね。本ミル貝、見た目は少しグロテスク。本ミル貝、見た目は少しグロテスク。終わってんな、滑舌が。滑舌終わっちゃってんの。本ミル貝、見た目は少しグロテスクですけども、味はとっても美味しいので、見かけた際はぜひぜひチャレンジしてみてください。ということで、今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。